光あるところ、必ず影が落ちるように、人の心にもまた不可解な闇が宿ります。それは恐れるべきものではなく、ただ静かにそこにある断りとしての物語。国語対話、始まります。いらっしゃいいらっしゃい、音屋です。素敵ないい音を聞かせます。このフレーズ、懐かしくて胸がキュンとしませんか？そのイントロはまさに我が国の初等教育における音響資本主義の原点。脳内のニューロンが小学校3年生の教室の匂いを再構築しましたぞ。相変わらず反応がオーバーですね。放課後の雑談ラジオ、国語対話へようこそ。ナビゲーターの MC です。解析担当の猫であります。さて、今回取り上げるのは林原玉江先生の教科書の絶対的定番、キツツキの商売。我々の界隈では森の ASMR 始祖として崇められる神テキストです。誰もが一度は読んだ名作ですよね。というわけで今回のイメージイラストを描いてきました。テーマはスーパーフラットウッドペッカー。この極端に平面的かつビビッドな色使い、どうですか？これは遠近法を完全に無視したキュビズム的アプローチ。いや、もはやテクスチャ張りに失敗したポリゴンのような前衛性。魂が揺さぶられます。いい意味で視神経にきますね。私の才能が怖いですわ。で、猫さん、このお話、一見可愛い動物の交流に見えますけど、猫さんの超解釈ではどうなっちゃうんですか？甘すぎますよ MCC。 これは単なる動物寓話ではありません。ズバリ無形の体験をマネタイズするサブスクリプションビジネスの黎明期を描いた極めて現代的な経済ホラーなのです。商売とは書いてありますけど、そこまで殺伐としたお話でしたっけ？ホラーって何が起きてるんですか？考えてもみてください。音という公共財を私有化し、それを切り売りする。これはGAFAも真っ青なプラットフォーマーの独占戦略ですよ。森の動物たちは知らぬ間にユーザーとして囲い込まれているのです。言われてみれば確かにお題を取ってましたね。なんだか急にキツツキさんがシリコンバレーの起業家に見えてきました。ではそのビジネスの実態を覗いてみましょうか。さて、先ほどのオープニングでは音響資本主義なんて物騒な単語も出ましたが、まずは基本となるあらすじを見ていきましょう。了解であります。すべての考察は正しい設定の理解から始まりますからね。ログの読み込み開始。物語はキツツキが森の中に一軒のお店を開くところから始まります。看板に書かれた屋号は音屋。そしてその下にはあの有名なキャッチコピーが書かれていました。出た！素敵ないい音聞かせます。これぞ昭和のテキストサイト並みにシンプルな HTML。 一切の虚飾を排した自信満々の LP ですね。確かにシンプルですね。そこへ第1号のお客様、野うさぎがやってきます。野うさぎはメニューを見て、音だという商品を注文しました。音だ！抽象的なネーミングセンスが光ります。初手でそのメニューを選ぶ野うさぎ氏もなかなかの分かってるユーザーですぞ。ここでお題のやり取りがあります。料金は4分間で100リル。当時の森の物価としてはどうなんでしょうね。タイムチャージシステム。カラオケボックスと同じ収益モデルを導入するとは、キツツキ氏やはりただものではありません。注文を受けたキツツキはブナの木の幹をくちばしで叩き始めます。コンコンコンと森中に音が響き渡りました。物理演算による直接打撃。ブナの木は高度が高いですから、クリティカルヒット時の SE はさぞかし抜けが良いでしょうな。その音を聞いた野うさぎはうっとりとして、もう一度聞かせてくださいとリクエストします。どうやらサービスに満足したようですね。素晴らしい UX。 紹介利用で即リピーター確定とはコンバージョン率が高すぎます。そして場面は変わり、ある雨の日、今度のお客様は野ネズミの家族です。彼らもまたキツツキの元へやってきました。天候変化イベント発生。通常は視界不良デバフがかかりますが、客足が途絶えないのは音屋のブランド力ゆえか。キツツキは言います。今日は雨の音でいいですか？
そして彼らは木に開いた洞の中で静かに雨の音に耳を傾けました。はあ、ちょっと待ってください。キツツキ氏は叩いていないのですか？自然音をそのまま提供したと？ええ、野ネズミたちは目を閉じて雨音の響きを楽しみました。キツツキが叩くのではなく、木が雨を弾く音を商品にしたんですね。なんという発想の転換。自己のリソースを消費せせ、環境音というフリー素材をパッケージ化してマネタイズした。これは究極の不労取得ですよ、MCC。もう猫さんはすぐにそうやって計算高い話にするんですから。でも確かに何もしないことを売るなんて現代アートのような感性ですよね。完成というか、生存省略上のバグ技というか、界隈がざわつきますよ、これは。はい、あらすじはここまで。可愛いだけじゃないキツツキさんの商売人としての顔が見えてきましたね。では続いてこの物語の核心に迫るコーナーへ参りましょう。さて、ここまでは物語のあらすじを可愛い動物たちの交流として追ってきましたが、ここからは少し視点を変えて冷徹に行きますよ。おっと、BGM のピッチが変わったような気がしますぞ。先ほどの不労所得発言の責任追及でありますか。法務部の準備は万全ですが。いいえ、そんな野暮なことは言いません。ところで猫さん、私どうしても気になります。おや、何が気になりますか。 MC 氏のそのため嫌な予感しかしませんが。4分で100リルって高すぎるやろがい。あんたアホか。原因方音割れしてますぞ MC 氏。いきなり何話の金融道モード。ちゃうね、冷静に計算しなはれ。4分で100リルやで。仮に1リル1円としても時給換算したら1500円。いや、森の物価考えたらもっと高いわ。野うさぎちゃん、ぼったくり場もいいとこやんか。金銭感覚どうなっとんねん。まあ落ち着いて。経済学的に言えばこれは技術量です。キツツキ氏のドラミングは毎秒20回以上の打撃を繰り出す超絶技巧。職人の拘束時間に対する対価としては適正かと。100歩譲って野うさぎはええわ。労働しとるからな。問題は野ネズミ一家や。雨の音ってそれただの自然現象やんか。原価ゼロやんか。濡れてで泡とはこのことか。それは解釈違いです。彼が提供したのはウロという特別な音響空間です。いわば高級オーディオ視聴室のレンタル料。空間デザインへの投資回収と考えれば決して詐欺では。へりくつこねなや。自分雨降ってる時に傘もささんと、この雨音は500円ですって言われて払うんか。払わへんやろ。野ネズミ一家なんてな、子だくさんで食うや食わずやねんで。そんなとこから巻き上げて、このキツツキ血も涙もないんか。怖い。食うや食わずは MC 氏の脳内設定妄想ですが、確かに何もしないで金を取る姿は現代の情報商材屋に通じるうさんくささが、いや実にロックな商売だ。ロックとかええねん。私はな、このキツツキが労働をなめてるんちゃうかと思って心配してんねん。汗水垂らして虫取るんが鳥の仕事やろ。楽して儲けようとするその根性が気に食わんわ。ちゃんと働きよし。ロジカルに反論させてください。生物学的に言うと、キツツキのドラミングは脳に強烈な G がかかるんです。常に脳震盪のリスクと並び合わせ。だから雨の日くらい休ませてくれという生存戦略上のエラー回避行動なのかもしれません。ほな、店閉めて寝とったらええがな。わざわざ客呼んで、今日は雨の音って、それ、店開けたまま店員が寝てるコンビニと一緒やで。職務怠慢や。私がおかんやったら張り倒してるわ、ほんまに。怖い。アシアの将軍とおかんの生活指導力が熱核フュージョン。キツツキ氏完全に罪です。失礼しました。つい生活指導の鬼がぷよをしてしまいました。古本。ですね。つまりですね、この作品は一見美しいですが、経済倫理的にはかなりグレーゾーンだということですね。その通りであります。情緒の皮をかぶった資本主義のモンスターを MC 氏が見事に解体してくれました。心拍数が上がりすぎて私の計略ファンがうなりを上げています。猫さんもタジタジでしたね。でもこれほどツッコミどころ満載の悪どい商売を描いた作品がなぜ長年子どもたちの教科書に載り続けているんでしょう。不思議じゃありません？まさにそこです。ここにこそ文科省や我々人類に向けられた教育という名のプログラムのバグ、あるいは意図的な裏コードが潜んでいるのかもしれません。教育的配慮か、それとも大人の事情か。続いてはそんな教科書の謎に迫るコーナーへ参りましょう。
ではあらすじと経済倫理エコノミクスの闇を除いたところで、この物語が教科書に選ばれた真の理由、その裏コードを読み解きましょう。ふふふ、ついにパンドラの箱を開ける時が来ましたか。著者の林原玉江氏は児童文学の巨匠ですが、ここではあえてシステムの一部として扱わせていただきます。システムですか？確かにこの作品は小学3年生の国語の教科書における絶対的定番クラシックですよね。そこにどんな意図が？ズバリ9歳という年齢は9歳の壁と呼ばれる発達心理学上の得意点。抽象的思考が可能になるこの時期に、国家は形のない価値を脳にインストールする必要があったのです。形のない価値？ああ、さっき話題になった音にお金を払うという行為のことですね。その通り、物ではなくサービスや体験に対価が発生する。この高度な資本主義の概念を可愛い動物の皮をかぶせてすり込む。これぞ上層教育という名の OS アップデート。なるほど。私たちは木付きの商売を読むことで、知らず知らずのうちに第三次産業を中心とした現代社会への適応訓練を受けていたと？エグザクトリー。さらに注目すべきは後半の雨の音です。無料で場所を提供するあのシーン、MC 氏はどう分析しましたか？先ほどは原価ゼロの商売と突っ込みましたけど、教育的には困っている人に優しくしましょうという道徳的なメッセージですよね。甘すぎます。それは表層的な道徳のレイヤー。真の目的は共感性、エンパシーと想像力の強制接続テストです。強制接続テスト？雨音を聞くだけでそこまで大げさな話になるんですか？いいですか？文章には雨の音としか書かれていない。しかし読者は脳内でザーザーあるいはシトシトという音を自発的に生成しなければならない。これこそが日本社会で最も重視されるスキル、行間を読む能力の基礎訓練なのです。はは、文字情報から雰囲気、コンテキストを読み取る。まさに私たち日本人が得意とするハイコンテキスト文化の英才教育だったわけですね。さよう。4分間の静寂を商品として成立させるには、受け手側の感性という名のデコーダーが必須。この作品は我々を空気の読める大人にするための極めて精巧なシミュレーターだったのですよ。怖い。教科書が急に社会適合マニュアルに見えてきました。でも猫さん、一つ疑問があります。なぜ木付きだったんでしょう？実に鋭い質問です。 MCC。 木付きは森の大工であり、同時に孤独な芸術家です。自分の身を削って音を出す。ここには表現者の孤独という隠しテーマが存在します。表現者の孤独。お客さんが帰った後、彼は一人で森に残るわけですものね。そう考えると、あの商売は少し切ないかも。野ウサギも野ネズミも音を聞いて満足して去っていく。しかし木付きだけはその場にとどまり、世界のノイズ、音と向き合い続ける。これはクリエイターという生き方の業を暗示しているのでは？猫さんにしては珍しくロマンチックな解釈ですね。でも確かにアーティストの卵としてはその切なさに共感しちゃいます。おっと、いけません。ついポエムな回路が暴走してしまいました。学術的には単なる聴覚的イメージの言語化訓練に過ぎないのですが。素直じゃないですね。まあそんな教育的な呪いも大人になった今の私たちには懐かしい思い出というわけです。かつて教室で教科書を開いた我々も今は立派な資本主義のサバイバー。あの頃の洗脳は今のネット社会でどう変異しているのやら。ではその変異の果てを見に行きましょうか。現代の生存者ネット民たちはこの静かな森の物語をどう遊んでいるのか。続きのコーナーへ参りましょう。さて、先ほどは教育的配慮という名の裏コードについて熱く語り合いましたが、気がつけばそろそろ放課後のチャイムが鳴りそうな時間です。やはり楽しい時間、ログインタイムというのはあっという間に過ぎ去るものですな。相対性理論を恨みますよ、まったく。猫さんが物理法則に喧嘩を売る前に最後のまとめに入りましょうか。ズバリ、このキツツキの商売、もし2020年代の現代にあったらどうなっていると思います？愚問です。間違いなく YouTube チャンネルを開設し、ASMR 配信者として覇権を握っています。チャンネル名はウッドペッカーズチルビーツ。
登録者数100万人超えの銀の盾持ちですよ。確かに作業用 BGM として需要がありそう。お支払いはのぐるみじゃなくてスーパーチャットになるのかしら。ええ。しかも彼は顔出しなしのスタイルでしょ。 V ライバーならぬアニマルライバーとしてスパチャの雨を降らせる、まさに現代の錬金術師。しかしここで一つ現代特有の致命的な問題が発生します。問題？ネット配信ならお店に来なくても世界中にお届けできて万々歳じゃないんですか？ MCC 甘すぎます。現代の若者、特に Z 世代やアルファ世代の視聴習慣を忘れてはいけません。キーワードはタイパです。倍速視聴とかのショート動画のことですね。確かにキツツキさんのメニューは4分間でしたけど。そうです。 TikTok や YouTube ショーツに慣れ親しんだ現代っ子にとって静止画のような森の映像を4分間も見続けるのはもはや苦行。3秒でスワイプされて終わりです。うわー、せちがらい。コンコンっていうあの余白こそが風流なのに。やっぱり現代人にはわびさびを楽しむ余裕がないんでしょうか。残念ながら結論だけ教えてというコメントで埋め尽くされますよ。で、結局何の音だったのとね。文脈を楽しむ文化は我々のようなインターネット老人会とともに滅びゆく運命なのかもしれません。ちょっと待ってください。猫さんさっきから偉そうに分析してますけど、ひょっとして猫さん自身そういう音の風流みたいなものを介する心持ってるんですか？失礼な。私だってこのデジタルの海に溺れる前はアナログな叙情を愛する文学少年でしたよ。実は私学生時代にフィールドレコーディングを挑戦したことがあるんです。嘘。猫さんがマイク持って森に入ったってことですか？それは初耳です。どういう風の吹き回しで？あれは世紀末 MD 戦時期の頃でした。ソニーの高級な生録用のウォークマンと数万円する指向性マイクを秋葉原で買い込みましてね。俺だけの最強の雨音を録音しようと台風の日に河川敷へ特攻したのです。台風の日に河川敷？危ないし、そもそも機材が濡れるじゃないですか。バカなんですか？男にはやらねばならぬ時があるのです。しかし帰宅して MD を再生して驚愕しました。聞こえてきたのは雨音ではなく、マイクが風に吹かれるボボボボボボボという爆音ノイズだけだったのです。はあ？それってまさかウィンドスクリーンを付け忘れたとかそういうオチですか？そのまさかです。5万円の機材で録音したのはただの暴風によるマイクの悲鳴でした。あの時私はキツツキ氏の偉大さを知ったのです。音をきれいに届けるという技術的難易度。あんたなあ、5万って5万あったら何が買えると思ってんねん。おいしいもん食べて温泉行ってお釣り来るわ。スイッチ入った。ロマンへの投資ですぞ。必要経費です。ロマンで腹は膨れんの。しかもボボボってそんなもんとって何が楽しいねん。あんたのその形から入って中身伴わんところ、ほんま直した方がええで。典型的な機材中やんか。ぐぬぬ。機材中。その通り過ぎて反論できない。しかしその失敗があったからこそ今の解析能力があるわけでして。言い訳せんの。まあええわ。猫さんの黒歴史のおかげでキツツキさんのプロ意識が逆説的に証明されたってことにしておきましょう。助かります。 MCC の関西弁モードの精神攻撃、回を通してクリティカル率が上がっていませんか？愛の無知ですよ、愛の。さて、そんなわけで今回読み解いてきたキツツキの商売、猫さん最後に一言でまとめると？はい、この物語は情報型の現代において耳を澄ますという行為の贅沢さを教えてくれる至高のデジタルデトックスファンタジーであります。4分間の静けさに価値を見出す感性、それこそが人間を人間たらしめるラストバスティオンなのかもしれません。素敵です。忙しい毎日ですが、たまにはスマホを置いて雨の音や風の音に耳を傾けてみるのもいいかもしれません。音やはきっと私たちの心の奥にも回転しているはずですから。今回は珍しく綺麗にまとまりましたな。私の MD の屍も報われるというものです。そうですね。それではそろそろお別れの時間です。
今週も放課後の雑談にお付き合いいただきありがとうございました。また次の名作でお会いしましょう。やん。